実力は確かにあるんですけど、その格闘技の選手として花はないと思うし、正直求心力もないと思ってるし、俺はチャンピオン失格だと思ってますね。花と、求心力が足りない気持ちを改めて教えてください。朝倉選手もすごく必死なんだなっていうのをすごく感じます。はい、どっから足取ってください。はい。進化した朝倉未来を見せるっていうところですかね。ありがとうございます。こちらリング上に今斉藤選手がいらっしゃいます。この間も言った通り、花がないと思ってるんで、とりあえずあれから1年ぐらい経ってどのぐらい強くなったかちょっと見とってください。いや、強くなった姿を見たいですね。近くで見たいと思います。見届けたいと思います。もう66キロやればよかったのになってずっと思ってたんですけど、萩原戦何かあったんですかね。僕はあんまり契約体重とか格下とやるつもりはないので、どんどん挑戦していきたいと思いますし、強敵、戦い続ける、そして勝ち続けるっていうところだと思います。選手、はい、左ハイキック得意だ。そしてまたテイクダウン3、そして鉄槌止まらない安定3対0、ミラリマスディションです。やり返すためにすごいきつい練習を始めて、毎日過ごしてきました。格闘家としての能力とかもそうですけど、人としての持ってるものっていう根本は多分変わらないと思うんですよ。よかったら対戦受けてもらえたら嬉しいです。お願いします。なんで負けたか分かってないんじゃないですか、まだ。同じような試合にはならないと思いますけどね、もう一回やったとしても。彼の試合をできなくさせたんで、でもそれに気づいてないからまだ。持っていける作戦の数が増えてるんで。まだある？ありますあります。彼の性格上変えることができるところとできないところがあるよねっていうところとか、あまり言うとあれなんでこの辺でやめときますけど、僕には見えているので。心技体ってよく言うじゃないですか。斉藤君尖りまくってますから多分本人が言われて一番嫌なこと言うよね。嫌がることやりますからね、試合中も。相手が やられて嫌だなと思うところをもう徹底的にやりますから、そういう意味では向いてたかもしれないですね、格闘技に。斉藤、もうすぐ試合やるぞ特殊なスタイルの選手なので、みんなそこにはめられて取られてるわけなんで、こういう風にやればあの選手に勝てるんだなっていう道筋は見えていて、からくりというか理論までは掴んでるつもりではあります。次で立ってるマッチでお願いします。早い段階からその話をいただいてたので、もう当然やるんだろうなっていう気持ちは固まってたんですけど、クレベル戦は僕不戦勝だと思ってますから、戦わずして勝った。ほんまはベルト持ってる斉藤選手とかとやりたいんですけど、自分はクインテットで斉藤選手と肌を合わせまして、フェザー級に落とせばまだいけるかなと。ぶっちゃけそんなにみんな横一線だと思っております。舐められてるのか何なのかは分からないですけど、皆さんはまだ分かってないのかもしれないですね。いざ対峙して感じるその強さっていうのがあるんですよね。オープンフィンガーで真剣に殴り合った時に強さを発揮するんですよね、それは。今回自分がメインでやるということでタイトル戦にしてもらいたいんですけど、ちょっとやる気のない選手とかあんまり興味がないというか、やる気のある選手たくさんフェザー級にいると思うんですけど、そういう選手とぜひできればお願いしたいです。はい、タイトルマッチの調印式に移りたいと思います。
一発もあるし、若くてチャンピオン取って、で経験もある選手なんですよね、結構。だから侮れないと思ってます、本当に。楽勝じゃないと思ってますし。僕の格闘家人生全てをかけて、ぶち壊しに行きますので、僕のその覚悟をしっかり見ていただけたら嬉しいです。こんなチャンス普通ないじゃないですか。自分の実力全て出し切ります。本当まあラッキーですよね。こんなこと言ってるのはあれですけど、何か一つが特殊する選手じゃないんですよ。例えばクレル選手の宮さんとか朝倉選手の大撃みたいなのはないので、そこがまあ戦いやすいって言ったら戦いやすいですね、こちらとしては。とつなくできるけど、まあ、意外と、まあ、穴はあるかなっていう。横田さんがそういう駆け引きを今からもしかしたらしてるのかもしれないし、わからないですけどね。だからそこまでの賢さは僕はあんまり感じないんでこれをさらっと言える強さ見ててわからないんだな、格闘技知らないのかなみたいな感じじゃないですか。わかんないんだったらラッキー。はい、みんなそれで痛い目見てますから。はい。で今までその真島選手とやった時も寺本とやった時も、まあ、テイクダウンはされてるじゃないですか、まあ、そこを見て何か言ってるんだと思うんですよね。基本俺は打ち合いさせないんで。直せよ。近いベースだ。そういうことだ、そういうことだ。その真島です。タックルに行く。帰っていった。敵許されています。これで終わった。正直順太郎より技術は上だと思います。ただこの気持ちと一発あっさらっていうのこっちもあるんで、スタミナも、まあ、僕のすごい武器なんで、ゾンビかよみたいな思う、そのスタミナのすごさに注目してほしいです。ゾンビのように頑張ると言ってますけど、はい、気絶するまで殴ろうと思ってるので、はい、そういったシーンを見せたいですね。斉藤みたいにね、自分だけ勝ってればいいっていう思う、まあ、やつもいれば、格闘技全体を考えてるやつもいるっていうことで、そういう人のおかげで興行が成り立ってるっていうのは理解した方がいいですよ。ライジンの王者である斉藤豊にベットしてこの大会を作るっていう、そういう思いを託した責任は重大だなと思ってます。すごく周囲の期待というか、いろんなこうプレッシャーというか、目に見えないものが感じてますけどね。自分が一番、そういう気概を持ってやってほしい。斉藤豊をみんな見に来ていて、斉藤豊を見せる。10月以上の試合については怪我しても勝てばいいと思ってますね。終わった時に先のことを考えると、勝たなければ明日は来ませんから、選手が。もうこのいただいたチャンスを何が何でも、まあ、僕が取る。相手との戦いではあるんですけど、お客さんとの戦いであり、会場との戦いなので。さあいよいよライジンランドマークボリューム1メインイベントを迎えます。勝ったのに萩原選手が試合したりといろいろこう思うことはあるんですけど、ライジンファンの皆さん感じられたというか、すごい言われましたけど、キャラがないとか薄いとか。フェザー級はすごくこうキャストが少なかったんで、いっぱい入ってきてくれることによってやっぱ活性化もされるんで。
僕がいたって普通なんで、生い立ちが不良でもないし、ね、体にいっぱい入れ墨がいっぱい入ってるわけでもないし、本当に嬉しいです。僕はまあ一般人代表、実力で示すしかないんで。このベルトを取りに帰ってきました。はい、バンタム級で最強の男なんで、金原さんはねめちゃめちゃ強いですよマジで。右最後つなげた。最後の決断じゃないですけども、所さんの大晦日セコンドで使わせてもらって、やっぱあの人の背中見て、あ、俺もやらなきゃいけないんだなってのは。そこを倒せばやっぱりすぐに近づけると思うんで。自信がなかったら戻ってこないし、ぶっちゃけな話、実力的にみんな横一線だと思います、トップの選手は。芦田はすごい見たいって言われるような。浅田選手、申し訳ないですけども、眼中ないです。41歳過ぎてライジンのベルトを目指すというロマンを追って参戦させていただきます。UWF インターナショナルっていうプロレス団体がすごく好きで、41歳になってスタイルは全く変わってない。ユーとか言ってる人いないですよもう撮りたいですね。腕十字こだわってやってるので。ブリーフの印象しかなくて、試合があんま覚えてないんですよね。撮ってみろって感じですね、来るなら。13年ぐらいバウンサーやってて、僕が負けるとバウンサー弱いみたいになっちゃうんで。いや、やっぱライジンって66キロフェザーが一番ついて持ってるんで、一人ずつ倒してやっぱ有名になりたいです。ライジンのベルトっていうのは今一番日本で一番輝いてると思うので巻きたいです。もう本当ちゃんとしたファイターとやらせてください。高木原さんお願いします。試技最初のレッグ足を取りに行った。テイクダウンを取った。立ちはだかる壁の前についに初めて石がつきました。日本のヘビー級の人たちを一人ずつ潰していくので、これからこれ勉強にならなかったらもうこれ最低な日だったね。これで勉強になればもういいことになるんですよ。そう。もう世界に行っても通用するような選手になって世界を取りたい。ぜひ日本国民の相撲レスラーと試合がしたいと話しています。
超える、そう全然いいよ、超える。勝ちは一番最高だけど、もう勉強が一番大事ね。倒す、頑張れ、もっと頑張れ。いいね、頑張れ。一本か KO で勝ちたいと思ってます。皆さん楽しみにしていてください。ベルトを持って戦う以上は負けられないと思っていますし、しっかり勝ちに行きたいと思っています。足をかけていく。腕を狙っている。決まった。柔道の時から寝技が得意で、高校の時にすごい練習したんですよ。寝技の高校だった。寝技の高校。はい、そうです。得意のパターンはやっぱり研究されてても取り切れる自信があるっていうパターンはあるんですけど、どんな相手でもそうですね、型にはめちゃえばですね。出てきた時に強い選手出てきたなって思ってて、そこから一気にベルトまで行ったんで、勢いが止まらない選手だなとは思ってました。決めのもう本当瞬発的な力はやっぱちょっとずば抜けてるのかなと思います。小さい時から、柔道やってて寝技の方なんですよね。サウナは下からでもできるし上からでもできるんで、僕としては、名前売るにはいい相手だし、ちょうど今伸び盛りじゃないですか、やっぱカンナも。例えば1年後とかっていうのはやっぱカンナもっと強くなってると思うんですよ。やるとしたらもうこのタイミングの方がいいんじゃないかと僕は思ってます。私はそうですね、判定とかじゃなくてもう一本を取ることしか考えてないので、もう本当取るか取られるか。打撃にひるまず投げに来る、距離詰めてくる、曲がりながら行くっていう、超ハート強いですね。メンタルやっぱこの中でいうと本当にもう抜けてるぐらい強いじゃないですか、メンタルに。何恥ずかしいの？ごめん。こっちカメラある。近いし。両立は多分できてないですね。いつもどっちかに偏っちゃうんで、練習しすぎるとやっぱ疲れて育児できなくなりますし、子供可愛い可愛いってなってるとそれで疲れて練習にできなかった。正直格上っていうのは多分本人も分かってることだし、周りも分かってることなんですけど、大一番に強い選手だと思うので、僕はちょっとやっぱ一本取ってほしい気持ちやっぱありますね。喧嘩が強かったです。そこをちょっと強化してきます。またやろう。またベルト応援してください。浜崎さん本当に大好きなんですけど、だからこそやっぱ一番に追いつきたいなって思ってますね。なんかそれが近づいている感じがして楽しいです。ワクワクします。さんと練習してるとやっぱモチベーション上がるんですよ。これよりやんないと追いつけないし、やっぱずっとやってきた人たちには。アンナちゃんね。
偉いよ。ちゃんとやってるのは偉いですね。私なんか他にね、もう楽しいことないからいいけど。かなちゃんはまだ、若いから。倉部さんはもう何年もなんですけど、最近彩香さん来てくれて、マシマシ出てる。一番好きな練習ですね、女子同士の。競った練習が一番楽しい。体自体が強くなってきてますよね。最初来た時に比べるとでかいし、打撃も本当うまいしって感じです。ボクシングが結構うまい。パンチのシュー、さあここも飛びついていく。ただカウンター腰を持って持ち上げた。買わないで。まずは本当ベルト取んないとやめれないんで。いや、私より先やめちゃダメだよ。そうですよね。二人とも許しません。ずっとやってそうで怖い。いつやめてくれるの。早く卒業したいんで、そろそろお願いします。純情カレー。次何？新しいニックネーム。新しくしたいんですよ。だけどなかなか変えてくれない。そんなんじゃないよって言いたいです。言われてみたいです。言われてみたい。いや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 。純情カレー言われたい。可愛いキャラ。いやいやいや。可愛くもなんともないんですよ。純情カレーでも。だって顔踏んづけたりしないですよ。純情カレーの女の子は。試合に経験は出ると思うし、そんな簡単にやられないぞっていう気持ちはあります。MMA 自体の期間短いかもしれないんですけど、高校の時も寮で長い時間練習したり、もうずっと苦しい思いしてやってきてるので、きっと多分私の方がと思います。自分はそのレベルにもういないよっていう試合がしたい。顔面真っ赤に血に染めて浜崎藤野行く。お前らにはできないだろこれっていうのはしっかり見せたいですよね。お前らっていうのは若い選手。はい。なかなかああいう試合って本当に私が戦ってきたディープ JS とかでは見れない試合なので惚れちゃいますよね。はい。逆に自分たちは自分たちなりの試合があると思うんで、自分たちっていうかもう自分は自分ですけど、大島選手がその相手だったっていうだけでもっと面白い試合したいですね。